今日はですね、素体を下敷きにしようっていうね、話ですよ。これ何かって話なんですよ。そもそもそんなことして上手くなるんですかとか、それズルですよねとか、もうちょっとゼロから描けるようになるコツを教えてください。あとね、髪の毛の描き方を教えてくださいとか、服の描き方を教えてくださいとかいろいろあるんですよ。全部ね、素体に集約されるんですよ、結局は。土台がしっかりしてれば、その上に乗るですね、髪の毛は当然いい形になるんですよ。髪の毛がうまく描けてないんじゃないんですよ。その下の頭の形が多分変なんです。その表に見えている髪だったり服だったり、そういう部分にですね、目がこう、引っ張られるっていうのかな、囚われていて、思い込んで、それがうまく描けないからうまくないんじゃないかなと思っちゃうわけですよ。いや違います。もっとね、土台ベースの形、一回これね体験してほしいんですよね。ここの思い込みの差は多分創作する上での根本的な話なんですね。それは何かというと、絵はオリジナリティや個性が大事で、ゼロから描かないと意味がないっていうふうに考えている人、方やですね、いや絵っていうのは組み合わせに過ぎないんだよね。シンプルに素材を集めて、それをどう料理するか、この考え方の違いなんですよ。でもですね、皆さん料理に関してはですよ、素材を買ってきて、スーパーで買ってくるよね、みんなね。そして今だったらクックパッド見ながら調理するよね。これ料理だったら皆さん何の抵抗もなくやってるんですよ。しかしですね、絵をゼロから描こうって人はどういうようなことしようかというとですね、まず豚を買います。その豚の飼育の餌も自分で作らなければ気が済みません。これする人あんまいないと思うんですね。なのに絵はそうしようとするんですよ。不思議ですね。はい、やってることはそういうことなんですよ。ゼロから絵を描くっていうのは、これからカツ丼食いたいから豚を締めに行くのと同じなんですよ。なんか言葉は悪いですけれどね、そういうことですよ。ゼロから絵を描くっていうのがいかに不毛なことか、そしてすごい遠回りで、もう今美味しい素材がスーパーに売ってんだよ。もうそこそこのいい形の素体がアニメシルクのブースに売ってんすよ。これスーパーに売ってんのと同じっすよ。もっと便利ですよ。オンラインで買えるからね。もうそれ下敷きにしちゃっていいですよ。全然ずるくないんですよ。やってみてください。そうは言っても美味しいカツ丼もまずいカツ丼もあります。その差は何か、ちゃんと正確に忠実にそのクックパッドの通り作った人、途中でこれちょっと違うなって勝手にオリジナルアレンジを加えてしまう人、はい、ここでですね、同じクックパッド見てるのに同じ素材使ってるのになんでこうなっちゃったかなっていう人いますよね。これほとんどがですね、下手なアレンジ途中で加えちゃったからです。そうするとね、大体まずくなります。やはりこのね、下敷きにするっていうのがですね、めちゃくちゃ大事なんですよ。ね、それによって形を覚えることができるですね。で、大体これがですね、抵抗感がある人が多いんですよ。いいですよ、最初は抵抗してください。もうガンガン抵抗してですよ。そんなのやったらうまくなんねえやってね。でもね、結局ね、今うまくいってる人、成功してる人ね、もう 120% そこに行き着くんですよ。全員がですね、同じ結論に最後至るんですよ。今は一つのね、キャラクター素体の描き方って話なんですけれど、これもうちょっと広く、見たらですね、シナリオもそうなってんだよね。漫画の構成もそうなってんだよね。要するに素体なんですよ。ね。決まったパターンがある程度あるの。で、それに乗っけないと面白く作れないんですよ。ね。人体だったら、ある程度の比率が決まってるでしょ。もうパターンだから覚えてくれってそうなってんだよ。みんなそれがいいって言ってんだよ。で、多分みんないいと思ってそれだから書いてんだよってねもうそういうもんなんです。僕らがそれを美しいと思うという文化なんです。ああ、それいいね、かっこいいね、かわいいねってみんな思ってるじゃないですか。なので、有無も言わさずそれまず一回吸収しましょうよってことですよ。ね。有無も言わずにっていうのかな。もう身も蓋もなく、一旦それを吸収しましょう。ね。そしたらそこから応用がいくらでもできるようになるからなんですよね。逆を言えばですね、今応用力がないんです。
なんか毎回ちぐはぐだし、毎回リセットされるような感覚があるんですよっていう人、やっぱりね基本の型がね全然できてないからなんですよ。何が要するにいいのか悪いのかっていうもう感覚がぐちゃぐちゃで、毎回リセットされる。そしてなんか毎回この日はよく書けた気がする、この日はいまいちな気がする、日によって全然クオリティがバラバラ。それはですね、自分の中で頭の比率こう、体の比率こう、このねセオリーパターンがですねないからですね、毎回リセットされちゃうんですよ。そうするとですね、毎日書いてるのに全然積み上がっていかないんですよ。でこの素体とか、人の技術を吸収するっていう風に、全振りするんですよ。もうそしたらね話早いんですよ。もうやるだけなんですよ。その形を覚えるだけなんですよ。その形を覚えるためにはどうしたらいいんだろうってことを今度考えるだけなんですよ。そうするとですね、今まで体一体描くのにすげえ苦労してたのに、気づいたらねさらさら描けるようになってるんですよ。アニメ私塾を受講してる人はですね、気づいたら1年後2年後にですね、あれあの時は顔もろくに描けなかったのに、気づいたら全身はとりあえず描けるようになってる。これ全身でもですね描けるようにならないですよ。人によってはですね10年かかっても全身描けない。なんでかって言ったらですね、体の比率とか特に考えてもいないからですよ。日々なんとなく、そしてですね毎回なんかポーズとかいろいろね考えちゃってね、いろいろ作るんですよ。こうなんか見栄えのする、もちろんそれも大事なことなんですけど、基本的な体の可動ポイント全然わかんないのに、いろんなポーズいろいろつけてみてくださいよ。何も残りませんからマジで。そう、毎回ちぐはぐっていうことになってくるんですね。だからこれね、うまくならない人の特徴は毎回リセットされて何も残らない。その理由はですね、何かを参考にする、下敷きにするってことをしないので、結果としてね毎回自己流で書くから自分の軸ができないんだよね。